どうも、リュウジです。皆さん腕時計つけてますか？このセリフね、どっかの動画でも言った記憶があるんですけど、僕の動画では過去に何本かね、このスマートウォッチのレビュー動画っていうのを出したことはあるんですけど、結局一番つけてる腕時計は何やねんっていうところなんですけど、僕は外出する時はほぼほぼ腕時計つけてるんですけど、その時につけてる腕時計っていうのが今日ご紹介する腕時計なんですけど、このチープカシオって呼ばれる腕時計なんですよね。これをほぼほぼつけてます。で、かれこれ多分6年目になると思います。これがね、一番なんだかんだ結局つけてます。ということで今日は僕がほぼ毎日つけてるこのチープカシオっていうね、腕時計の紹介をしていくので、興味ある方はぜひ最後まで見ていってください。はい、こちらがですね、本日紹介する僕の持ってるチープカシオなんですけども、まずチープカシオってなんやねんっていうところなんですけど、ちょっとね、僕もググってみたんですけど、日本の時計メーカーのカシオから発売されてるだいたい900円から3000円程度のリーズナブルな腕時計のことを指すみたいです。値段が結構お手頃な時計っていうイメージなんですかね。そんな感じかなと思います。ブランドは日本のメーカーのカシオっていうところですね。チプカシとも呼ばれてるみたいですね。で、こちらのチープカシオなんですけど、僕の持ってるこの型番品番ですね、こちらがですね A158WA-1JF シルバーになってます。そのまま読んだんですけど、僕が持ってるのはそのモデルになります。で、こちらがですね、購入履歴調べたところ、これね Amazon で買ったんですけど、 Amazon で2017年の1月12日に買ってますね。なので現段階で約6年使ってることになります。今改めて思うとめちゃめちゃ使ってるやんっていうね感じですけど、6年間使ってるんですけど、電池交換はまだ1回もしたことがないです。バリバリで動いてくれてます。ではちょっと外観の方をお見せしておきますね。一応6年間使ってる状態なんですけど、どうですかね。細かいね擦れ傷みたいなのはこのバンドの部分とかを見ると結構ね見えるかなとは思うんですけど、こんな感じでステンレスのバンドになるんですけども、その部分がねやっぱり使ってると細かい擦れ傷っていうのはついてくるのかなと思いますね。こんな感じなんですけど、光の加減で見えるかなっていうぐらいなんで、普通につけてる分には全然正直ね個人的には気にならない程度ですね。この液晶の画面の部分はどうですか？多分ね、僕が見る限り目立った傷とかっていうのはないんですよね。この周りのフレームですね、周りのステンレスのフレームの部分はもちろん多少擦れ傷はあるかなっていうところなんですけど、この画面自体には何か大きな傷とかはついてないんで、今のところはですね、なんか文字盤が見にくくなったりとかっていうのは全然感じたことはないです、今のところ。で、こちら裏側も一応お見せしておくとこんな感じですね。で、僕の持ってるのは、メイドインチャイナですね。こちらにも書いてますけど、バンドの部分はステンレススチールの素材が使われています。こんな感じですね。で、この腕時計に関してはここの部分でバンドの長さを簡単に調節することができます。このバックルみたいなところですね、この部分を何かで引き上げて、ここで移動させて固定することで調節することができます。なので自分の手首の大きさによって簡単にねこの部分で調節することができるのもいいところかなと思います。外観はそんなところでめちゃくちゃシンプルなデザインであることは間違いないんですけど、このボタンの種類ですね、ボタンがですねここ合計3つついてます。左側にここ1、2個と、この右側の方に1個ついてます。一応各操作方法を紹介しておくと、この左上のところですね、このボタンを押すと絶対わからないんですけど LED ライトがつきます。今ついてるのわかるかな？若干ついてるんですね。暗くしてもこんな感じのライトがつきます。暗闇でも全然わからない程度のライトです。で、その下のこの左下のボタンですね、こちらを押していくとアラームの設定できたり、ストップウォッチですね、ストップウォッチの設定できたり、あとはここで時刻合わせですね、時刻合わせができますと。で、戻るという感じですね。で、ここの右下のボタンを押してあげると、この24時間表示ですね、 AM/PM 表示と、24時間表示の切り替えができます。あとはここの部分、ストップウォッチとか
ここで、測ってスタートストップとかできたりって感じですね。リセットの仕方が分かりません。長押しじゃないの？これ同時押しとかじゃない？あれリセットできた。あれ知らん間にできてる。ストップウォッチとかアラームは、使わないんでっていうところですね。説明書がねついてるんで、詳しい操作知りたい方はそちらを見てもらった方がいいかなと思います。でも至って操作はシンプルなんで、全然難しいことは何もないんでいけるかなと思います。でこのチープカシオなんですけど、結構個人的には軽さっていうところも一つポイントで、かなり軽いんで、このねスケールでちょっと測ってみようかなと思います。よいしょ。 43.2g ですね。パッとね例えが出ないんですけど、とにかくね軽いです。試しに前紹介したこちらファーウェイのバンド8っていうのもちょっと測ってみようかな。よいしょ。 23.8。 めちゃくちゃ軽いやん。こんな軽かったんや。これはこれね、かなり軽さの目立つスマートウォッチだったなっていうのが改めて今分かりました。外観とか使い方、操作感に関してはねそんなところなんですけど、個人的に気に入ってるポイントとしてはやっぱりこのデザインが気に入ってるので、かなりね長く6年間も使い続けてるっていうところはあるんですけど、実際につけてる映像もお見せしますので、そちらもご覧ください。はい、ちょっと着用してる様子を見てもらいたいんですけど、わかるかな？分かりにくいよな。今全身黒の上下の服につけてるんですけど、こんな感じです。わかりますかね？もうちょいアップしますか。今ですね、右手にバングルつけて、左手に腕時計つけてるんですけど、なんだろう、このシルバーのアクセサリーとの結構ね相性が個人的にはいいのかなと思ってます。なんかアクセサリー感覚でつけれるのが僕は結構気に入ってますね。やっぱりこの薄くて軽いんで、全然ねつけててもなんか嫌な感じというか邪魔にならないんで、その辺はねめちゃくちゃ気に入ってますね。特にやっぱこれから夏の時期に向けて半袖をね着る機会がめちゃくちゃ増えてくると思うんですけど、なんか腕にワンポイントのアクセントになってね、結構その辺は個人的に気に入ってるポイントではあります。今これ上下黒なんですけど、上をね白に変えるとこんな感じですね。基本的にはどんな格好をしても、ハマるかなとは思ってるんで、その辺はね服装問わず使えるかなと思ってます。やっぱこの何とも言えないデザインとサイズ感ですよね。絶妙じゃないですか。あとこのシルバーの感じがやっぱりなんかこれから夏に向けて半袖着る機会ね結構増えてくると思うんですけど、なんか腕周り寂しいなっていう時とか、もう何も考えずこれをねつけるだけでワンポイントのアクセサリーとしても僕は使ってるんで、この辺もねめちゃくちゃ気に入っているポイントではあります。なんていうんやろ、この四角いなんかちょっとレトロな感じ、これがね本当に絶妙やなって思いますね。刺さる人にはねめちゃくちゃ刺さるデザインじゃないかなと思ってます。ほんまに何回も言うけど、この絶妙なデザインですよね。サイズ感もしかり、そこがね僕は個人的にめちゃくちゃ気に入ってずっと使ってるんですけど、こちらねチープカシオっていうことで値段がね結構お手頃な価格で買えるっていうところなんですけど、僕が買った当初ですね、2017年ですね、僕の記憶が正しかったら確かね980円ぐらい、1000円いかないぐらいでこれ買えたんですよね。購入履歴に金額書いてたかな。これ Amazon は購入履歴に金額は載ってないですね。多分ね僕の記憶の中ではこれはね980円で買えたんですよ、2017年の時点では。けどなんかね一時割と流行った時があったはずなんですよね。僕の記憶では結構チープカシオがいろんなセレクトショップとかでも取り扱い始めたりしてた時期があって、それもあってか今 Amazon で同じ商品見ると2860円なんですよね。2860円かっていうところですね。今正直なところ1000円以下で買えた時計やったんで、今ねその値段見てみるとなんか高く感じてしまう自分がいます。このチープカシオですね、 Amazon とかで検索すると結構ねいろんな種類があるんで結構迷うと思うんですけど、どれもね比較的チープカシオっていうぐらいなんで値段がね3000円以下とかが多いんで、気になるものがあればねデザインとかで選んでみるのもいいんじゃないかなと思います。でも全体的に僕の記憶よりかは値段がね上がってますね。やっぱり人気が出たのが影響してるんだとは思うんですけど、このチープカシオ実際に使って6年間使ってるわけなんですけど、なんか海外のニュースとかでなんかなくしたこのチープカシオの時計が、20年ぶりになんか土の中から出てきたみたいなニュースね結構有名なやつあるんですけど、
20年ぶりに見つかった時にはだいたい5分か7分ぐらいの時差の狂いで、その時も動き続けてたっていうぐらいのね丈夫さと正確さっていうのはあると思うんで、その辺はさすがカシオというか日本の技術の賜物なのかなと思ってます。このねチープカシオ、名前聞いたことなかった人もいるとは思うんですけど、この動画見てちょっと気になってる人はね是非チェックしてみてほしいんですけど、途中にも紹介してるんですけど、このねシンプルなデザインっていうのがどんな格好にもハマるので、あとはね値段もね結構お手頃な価格で買えるので、ちょっと気になってる方はねお試しじゃないけど、比較的手が出しやすい値段ではあると思うので、購入しても絶対ね損はしないと思います。カシオ日本のブランドなんで精度も耐久性もね結構高いと思います。僕も実際これ6年目なんですけど故障したり、未だね電池交換もしたことないんで、結構長く使えるアイテムだと思うんで、気軽につけれる腕時計ですね、手頃に買えるものを探してた方はね、このチープカシオ僕が紹介したものでもいいですし、他にもね似たものいっぱいあるんで、そちらねちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。今回僕が紹介しているこちらのチープカシオの腕時計に関しては概要欄に同じものリンク貼っておくので、ぜひですね気になる方はそちらからチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上になります。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。